イブスマン。ということで、改めてこんにちは、こんばんは。グリーンバイブスマンです。ダイソンの回し物みたいな感じになりましたが、全く関係ありません。ただのダイソン好きな観葉植物好きな人間です。ということで、僕は、観葉植物を育てる上で風通しを結構重要視していて、外出する時とかもダイソンの、サーキュレーターで、風を送って、タイマーとかもできるので、雨の日とかは結構利用しています。で、これから梅雨の時期になるので、かなり窓が開けられなかったりもすると思うんですけど、まずは僕は朝雨が降ってる、小雨ぐらいであればちょっとだけ換気をして、そこからまた窓を閉めて、サーキュレーターを回し始める時もあります。何よりも土の表面を乾かすことだったりとか、とにかくそのカビが発生しないようにするため、あとは観葉植物はもともと外にある植物なので、風が命と言っても過言ではないと思うので、そこら辺を重要視しながら、梅雨時期は観葉植物を育てています。特にダイソンのサーキュレーターである必要もないとは思うので、安いものも売ってると思うので、梅雨時期はそういったものを使ってみるといいかもしれないです。で、扇風機もいいかとは思うんですけど、扇風機は人間用のなんていうんですかね、人間に風を直接当てるようなものになるので、あまり植物に近い場所に置いたりすると今度乾燥してしまう可能性があるので、できればサーキュレーター、部屋の、空気を循環させるようなものがいいかと思います。あとエアコンに関しては、冷房は観葉植物の葉っぱを乾燥させてしまうのであまり良くないそうです。ただ僕は、梅雨時期どうしても部屋の湿度が高すぎる時は、少しドライをかけて、その後切ってからサーキュレーターをかけるようにしたりしています。もともと梅雨時期は湿度が高いので、いつも葉水をやっていますけれども、僕は梅雨の時期はあまり葉水は行わないようにしています。で、その代わり、キッチンペーパーとかタオルとかで葉っぱを拭き取って、あとは害虫がいないかをチェックしたりとかをしたりしています。そんな感じで梅雨はうまく乗り切って、極力観葉植物の土にカビを生えさせないとか、よくキノコが生えてしまいましたとかっていう投稿とか見るんですけど、僕はキノコはまだ一度も見たことがないので、多分そういったことが関連しているのかなとは思います。ただこのフィカスティネケ
こっちは新芽が出てきていて、こっちも新芽が出てはいるんですけど、ちょっと前の寒暖差、急に暑くなって急に寒くなってっていうのを繰り返した日があって、その時にこのフィカスティネケの、葉っぱがやられてしまいました。こんな感じに。なので今ちょっと葉っぱが汚いんですけど、これは、殺菌剤を撒いています。なのでこれがもし炭疽病だったりしたらどうしようって思いながらちょっとショックなんですけれども、新芽が出てるので長い目で見ていこうかなと思っています。この季節はたくさん新芽を出してくれるので、毎日ワクワクしながら植物を眺めています。こちらの、フィロデンドロンピンクプリンセスも新芽を出してくれたんですけど、その新芽のピンクのところがもうピンクを超えたピンクっていうぐらいの色をしていて、素晴らしいんですが、ちょっと葉の向きがなぜかこっち側に向いてしまったので、あっちに向いてもらいたいんですけど、あんまり何もしないように自然の力に任せてみようと思っています。ちなみにこれは僕が最近買った、ダルトンの、剪定バサミ、真鍮の剪定バサミになります。なんか大切に使いたいなと思って、今まで100均のものを使ってたんですけど、奮発して買ってみました。置いとくだけでもインテリアとしておしゃれかなと思います。あとこの辺のゴムの木もめちゃくちゃ新芽を出してきてくれていますね。そしてこの奥にあるザミオクルカスは相変わらず全く成長しません。でこのサンセベリアシルバーハニーは、徐々に大きくなってきています。1年前ぐらいに購入したんですけど大きくなってきました。そしてこちらのカラテアマコヤナ、これは僕が、購入してから3年ぐらいは経ちますかね。3、4年経つんですけど、まだまだ新芽を出してくれていますね。で最近、植え替えを行いました。で、長い間育ててたんですけど、初めてこの花を見ました。素晴らしく綺麗な繊細な白い花が咲きましたね。このつぼみの状態から、その晩もうちょっと花がたくさん開いていました。はい、でこちらのクテナンテも、かなり大きくなってきています。比較的、単陰性、日陰とかでも育てやすいものなのかなと思っています。ただ風通しは大事にしています。こちらはモンステラの株分けをしたものになります。こちらも新しい新芽が出てきました。ちょっとひょろひょろ徒長気味なんですけれども、でこれが僕が、ペインティングした鉢になります。めちゃくちゃ気に入っています。そしてこちらのモンステラジェイドシャトルコックもめちゃくちゃつるを伸ばしてくれています。このつるどのぐらいまで伸びるのかちょっと楽しみなんですけれども、今のところここに引っ掛けて、なかなか引っ掛けるのにコツがいるんですけれども、
どっか引っ掛ける場所を探して、つるを伸ばしてっている最中です。でこちらは、僕が以前剪定除菌と切った、アルテシマになります。フィカスアルテシマですね。ここを切りました。で、こちらは結構日光にガンガンさらして、強く成長させようと思っています。立派な芽が出てきましたね。まっさらでした。ハゲっ面だったのがこんだけ葉っぱが出てきました。そしてペプロミオイデスもいい感じに新芽を出してくれています。親株に関しては水耕栽培に切り替えたんですけど、子株がこれだけ大きくなりました。で、この鉢も僕が、ペイント、ドローイングした鉢になっています。めちゃくちゃ気に入ってますね。自分で自画自賛なんですけど、このペペロミオイデスを描いてみました。こんな感じ。こちらはシッシャスクアドラングラシスという、一見サボテンのように見えるんですけど、こちらは多肉植物の仲間というかシダ系の仲間ですねになります。一旦買った時に、環境の違い、ストレスでちょっと新芽を落としたりしたんですけれども、また新芽を、生やし始めてくれました。でこの梅雨の時期は結構水やり迷う方もいると思います。なかなか外に出せなかったりとか、風通しが良くなかったりとかして土の表面が乾きにくいということもあると思うんですけど、土の表面がなかなか僕が乾かない時はあまり水やりしないようにしています。完全に乾いてから行うようにしています。もしくはボトムウォータリングといって、下から、土の鉢底の方から水を吸い上げるようにして、土の表面に水をやらなかったりする時もあります。バケツに水を張ってそこに、植物の植木鉢ごとポトンと、半分から3分の1ぐらいまでのところに浸して、下から根っこに水を吸わせて土の表面には水をあげない、そんなやり方をする時もあります。このエピフィラムグアテマレンスもなかなか成長してくれなかった時期が続いてたんですけど、暖かくなってきてからめちゃくちゃ成長し始めましたね。でこのポトスライムに関しても、植え替えをしたんですけど、テラコッタ鉢に植え替えたらめちゃくちゃ生育が良くなりました。こんなにつるを伸ばしてくれています。こんな感じですね。どこまで伸びるのか楽しみです。そして、こちらのホヤオボバタですね、これはハイドロカルチャーで育ててるんですけど、こんな感じになっています。でこちらも、この大きな葉っぱは新芽ですね。でこれもまた新芽出してくれてるのでめちゃくちゃ嬉しいです。でもしかすると僕の、部屋ちょっと暗めなのか、葉っぱがめちゃくちゃでかくなっちゃってるんですよね。日光が欲しくて葉っぱがでかくなっちゃってる状況なのかなと思います。でも大きくてもちっちゃくても元気でいればいいやという気持ちで見ています。あとは、梅雨時期に、こういった補助的なものも使っています。育成ライトですね。LED 育成ライトを使って、梅雨なかなか日光が出てきてくれないとは思うんですけれども、そういった時に活躍してくれるものかと思います。やはりどうしても梅雨時期はその日照が取れないので、こういった育成ライトはおすすめかもしれないです。ただどのぐらいの効果があるかっていうのは、
値段によりけりだったりとかもすると思うので、あくまでも補助的に使った方がいいのかなと思います。もっと太陽光に近いなんとかかんとかとかっていう金額の高いものも使ってみようかなと思ったりもするんですけど、日常生活をする上で眩しすぎても嫌だかなと思うので、これぐらいのものを僕は使っています。あとはモンステラの、姫モンステラとか耐陰性があるものに関しては、そこまで、日照不足だとしても枯れてしまうことはなかったりするので大丈夫かなと思っています。ここら辺のホヤオーストラリスとか、新しい新芽を出してくれていて、つるがビヨンと伸びている状況になりますね。ここら辺も育成がめちゃくちゃ楽しみです。でこちらはホヤマチルダになるんですけど、これはつるが上に伸びてるのが分かりますか？この上に、育成ライトがあるんですけど、多分この育成ライトの方に伸びているので、多少はこの LED 育成ライトは役には立ってるというか、効果はあるんだなっていうのは実感はできています。ただどれぐらい強い光なのかっていうのはあまりわからないですね。でこちらのホヤ、プビカリクスシルバーピンクなんですけれども、葉っぱがめちゃくちゃ大きく育っています。もしかすると、若干日光が足らずに、もっと日光が欲しい状況になって葉っぱが大きくなっている可能性もありますけれども、大きい分には気にしないっていう感じのスタンスで育っています。葉っぱがヨレヨレにならなければいいかなと、元気でいればいいかなとは思うので、そんな神経質には見てないですけれども、きちんとこういった斑が生えてたりして、ツヤも出てるので大丈夫かなと思います。これは、ホヤのリップカラーですね。で奥にあるのが、ホヤグラブラ。こちらもようやく、新芽を出してくれました。ここから葉っぱが出てくるんですけど、どれだけ大きな葉っぱになるのかが楽しみです。こちらもハイドロカルチャーで育てています。もうちょっと経ったら、土に植えようか迷っているところです。こちらのハートホヤも買った時は1枚だったんですけど、昨年に2枚出してくれました。これが買った1枚で 2枚目3枚目ってなってるんですけど、この4枚目がめちゃくちゃでかくなっちゃってます。ちょっとハートじゃないような形なんですけど、小さな新芽も出してくれたので、これもどれぐらい大きくなるか楽しみに育てていきたいと思います。こちらはホヤコンパクターになりますね。これも、止まることを知らないぐらい成長してくれています。どんどん長くなっているので、いつかどこかで貯金と切って、増やしていこうと思っています。こんな感じで観葉植物ルームツアー、梅雨編いかがでしたでしょうか。基本的には、ジメジメする日には、そんなに葉水はあげなくても大丈夫だと思います。その代わりにサーキュレーターを回して、風通しを良くしてあげることが重要かと思います。いかがでしたでしょうか。楽しんでいただけましたでしょうか。もし今回この動画が楽しかったと思った方はぜひ、チャンネル登録高評価をよろしくお願いいたします。また、コメントやリクエストも、バンバンお待ちしておりますので、ぜひそちらもよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。ご視聴いただきましてありがとうございました。グリーンバイブスマンでした。バイバイ。